自分たちが住む空間を作っていきます。ドアがついた。トレーラーの形ができました。このリモコンでもかかります。おお、かかった。なんか工事中みたい。皆さんこんにちは、さおりです。本日はトレーラー作り第2弾の動画です。前回12月の20日頃にキャンピングトレーラーを作りますという、動画を上げているんですけど、今日は1月7日ということで、あれから 2,3 週間経ちました。どんどん作業が進んでいます。初めてこの動画を見る方のために軽く説明すると、私たちは春から秋にかけては農作業をしていて、冬のオフシーズンは旅をしながら過ごしています。なんですが今年はその旅を一旦お休みして、キャンピングトレーラー作り第2弾に挑戦中です。前回の動画では購入したシャーシを自宅に持ち帰り、まずは土台となる足回りを作るところまで進めました。前回は土台を作っただけだったんですけど、今回はその上に自分たちが住む空間を作っていきます。ということで、そんな様子をお見せしようと思います。どうぞ。ということで次は上に自分たちが住む空間を作っていきます。まずは角パイプを使って骨組みを組み立てます。前回一番底の部分には軽さと防水性を重視してプラダンを貼っていきました。ただ耐久性がないのではというコメントも来ていたので、さらにその上からコーキングと一緒に平トタンを貼りました。これは補強をしています。この後銅縁を入れるためにアングルも取り付けてあります。銅縁というのは壁や外壁を固定するための下地になる木材のことです。ここには 2x4 の木材を取り付けていきます。銅縁として縦に入れる木材にもアングルを取り付けて、まずはテープで仮固定していきます。下の部分はテープで固定できないので、軽く溶接をかけました。すべての銅縁を入れ終わってから最後にビス止めをしています。次は外壁です。下地として OSB 合板をさっき取り付けた銅縁や骨組みにビスで打ち付けていきます。次は扉を設置します。今回はホームセンターでよく見かける一般的な扉を購入しました。本当はもう少しおしゃれな扉にしたい気持ちもあったんですが、第1号のトレーラーでは勝手にロックがかかったり、鍵が折れて開かなくなったり、トラブルが結構多くて、なので今回は変にこだわらず、シンプルで当たり障りのない扉を選びました。ドアがついた。おー。引き続き次は天井の外壁下地を貼っていきます。この下地の内側には厚さ 50mm の断熱材を入れる予定なので、そのサイズに合わせて少しかさ増ししています。また天井を 2x4 の木材だけで支えるのは少し不安だったので、鉄骨で補強もしています。残りの外壁の下地を貼ってひとまずトレーラーの形ができました。といってもまだトレーラーというより箱です。
ここから次は窓や換気扇を取り付けるための穴を開けていきます。ちなみにこのトレーラー、広さは約8畳、天井の高さは2メーター15センチもあります。キャンピングトレーラーを作り始める前は市販のものを買うことも考えました。でも市販のトレーラーはどうしても天井が低いものが多くて、背が高いと中で立てなかったり、ベッドやキッチン、食卓を置くと動けるスペースがかなり限られてしまうことも多くて窮屈に感じました。数ヶ月単位で旅をすることを考えると正直きついなというふうに思ったので、少し広めで自分たちの使い方に合ったものを作りたいと思って自作をしています。はい、順調にトレーラー作りが進んでいます。今中に断熱材を引いている最中です。まだね、こんなに大量の断熱材があります。そんな感じで外壁の前にこの内装を作っていくんですけど、その中には冷蔵庫とか暖房とか、あと照明とか、そういったね電気を使います。その電気を使うために、ポータブル電源を6台使用して電気を回しているんですけど、さらにそのポータブル電源を充電するために発電機を使用します。これまで使っていた発電機はそんなに容量がなくて、一気に6個のポータブル電源を充電することができなかったので、新しくねもう少し容量の多いものを用意しました。イーノのインバーター発電機 DK5500IHE です。早速開けてみようと思います。はい、開けました。最大出力が5500ワットで、重さは42キロあるそうです。でもこのサイズにしては42キロって割と軽い方だと思います。割とっていうかだいぶ軽いかも。ここにね取っ手がついてて、こんな感じ。持ち上げるのはさすがにきついけど移動は楽。運転前の点検。まずは燃料を入れます。ガソリン 11.5 リットル。次にエンジンオイルの給油。付属のドライバーでネジを外してカバーを取ります。4サイクル用エンジンオイル 0.7 リットル。バッテリーのコネクターを接続して、これで起動のための準備完了です。よし、バッテリースイッチオン、燃料コックオン。あとは引っ張るだけ。無事に発電機が動いたので、いつも使ってるねポータブルバッテリーを充電してみようと思います。ポータブル電源を6個つないでみました。大きいものからちっちゃいものまであるんですけど、とりあえずこれでどのくらい電力使うかどうかをやってみます。この発電機には 100V のコンセントが4口、200V のコンセントが1口ついています。モニターには燃料の残量や使っている電力などの情報が出ています。P というのが今使っている出力、ワットを表しているみたいです。ポータブル電源を6台つないだ状態で充電入力を最大に設定してもかかるのは 1900W くらいでした。ちなみにボタンでもかかるし、このリモコンでもかかります。オン。おお、かかった。かかりました。おお、切れた。
大丈夫そう。ポータブル電源が余裕だったので、プラスでトレーラーの中で使う電化製品もつなげてみました。だいぶ物で溢れ返ってきました。新しい冷蔵庫がちょうど開かない。今回一人暮らし用くらいのサイズのものを購入しました。この真ん中はソフト冷凍室になっていて、完全に凍らない分すぐ解凍できるのも便利そうです。電力を多く必要とする電子レンジやドライヤーもつないでみましたが余裕でした。この発電機の定格出力は 5000W。今回は旅用として使う予定なんですが、これだけの出力があれば停電や災害の時にもかなり心強いです。家電とかポータブル電源が無事に使えたので、次はこの工具を試してみます。というのも、このトレーラーで旅中に何か作ったりとかこう修理したりっていうことがたまにねあるので、工具を持ち歩いてます。なので工具も使えるかどうかをね実験してみようと思います。グラインダー2つとドライバー、高速切断機を同時に使ってみます。ちなみに今回行っているトレーラー作りなんですが、主に鍛冶職人がほぼ一人で進めています。私はというと、こういう機械が本当に苦手で、指とかすぐ切りそうなので、正直持っているだけでも怖いです。だいたいこの4つで 1500W くらい、余裕でした。最後に溶接機も使ってみました。溶接機はかなり電力を消費するんですが、低出力ならある程度は使えました。無事に工具も使えました。なので旅中も問題ないかなと思います。で、この発電機をトレーラーに乗せるわけではなくて、トレーラーを引っ張るラングラーの上に乗せようと思ってます。で、そうなるとやっぱりさっきみたいにこう引っ張るのね大変なので、スイッチとかリモコンついてるのはすごく助かるなっていう感じです。あと最初に開けたここ、エンジンオイルを入れた場所なんですけど、このオイルゲージがこんな感じなんですけど、磁気をね帯びているんですよ。で、どうしてもこうエンジンの中って鉄粉とかで汚れてくるんですけど、その鉄粉がこのオイルゲージにピタッとひっついてくれるので、こうエンジンの中をきれいに保てるっていう風になってます。ということでトレーラー作りの続きに戻ります。天井と床には 50mm の断熱材、壁には 40mm の断熱材を入れていきます。一つ一つ寸法を測りながらカットして、同じ作業を地道に繰り返していきます。第1号のトレーラーでは壁に 50mm の断熱材を入れていました。それでもかなり暖かくて、断熱性能としては十分だと感じています。今回は壁の下地に使っている 2x4 の木材の厚みが 40mm なので、それに合わせて断熱材も 40mm のものを使っています。断熱材を貼り終えたら、次は OSB 合板を床板として敷いてビスで固定していきます。ね、この後は壁に化粧板を貼っていく予定なんですが、まだ材料が届いていないので、その作業はまた後日になります。なので今のところ内側でできる作業はここまでです。換気扇も取り付けてだいぶいい感じになってきました。次は外壁です。OSB 合板の上から防水シートを貼っていきます。雨水が入らないようにトレーラー全体に防水シートを巻きつけて、大きなホチキスで留めていきます。
すごい白いトレーラーになった。なんか工事中みたい。トレーラー全体に防水シートを貼った後、窓を取り付ける部分だけを切り取って窓枠を取り付けました。そして次は屋根です。壁と同じように防水シートを貼ってホチキスで一つずつ留めていきます。第1号の時はこの防水シートやコーキングというものを知らなくて OSB 合板の上にトタンをボンと貼り付けただけだったんですよ。そしたら作って1年後くらいに天井からポタポタ雨水が垂れてきて、慌ててこの防水シートを貼りました。はい、ということで今回はトレーラー作り第2回目の動画でした。外側は防水シートを貼ったので、あとは外壁のみ、そして内側は断熱材を全面に貼って、床に関しては OSB 合板を貼りました。でここからは全面に壁となる板をまた貼り付けていきます。なのでまた次トレーラー作りの動画を上げる頃には完成しているんじゃないかなと思います。次のトレーラー作りもお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。